このチョコレートクランチを4種類作りました。はい、こんにちは、料理研究家のいかりです。このチャンネルはいろんな料理のレシピ、そして役立つ情報をご紹介していくチャンネルです。ぜひチャンネル登録して楽しんでみてください。はい、ということで今日はチョコレートクランチを4種類作っていきたいと思います。はい、ということでですね、もうすぐバレンタインということで簡単で大量生産できるチョコレートクランチを作っていきたいと思います。今回は4種類作るので板チョコ1枚分の分量で作っていきたいと思います。チョコレートクランチってね、いろんな形があるんですが、今日はねドーム型のチョコレートクランチにしたいと思います。で、その綺麗なね丸の作り方もご紹介していきたいと思います。はい、ということで本日も最後まで楽しんでみてください。それではどうぞ。はい、ということで今回は4種類のチョコレートクランチを作っていきたいと思います。まずですね、コーンフレークは全部のクランチの中に砕いて入れます。で、そこにトッピングとしてミルクチョコレートにはスライスアーモンド、ブラックチョコレートにはバナナチップス。はい、そしてこちらね、ガーナさんでこのピンクチョコレートっていうのが売ってたので、今回はねこのピンクチョコレートを使ってこちらがいちごクランチですね。ちょっと封切っちゃいましたけど、こんな感じでダイソーさんで売ってました。ドライフルーツのいちごとか、あとベリーとかでも美味しいと思います。ホワイトチョコにはビスケットと、こちらねブレンディーのほうじ茶オレなんですけど、これ例えば粉末のミルクティーとかそういうものでも OK です。はい、ということで今日はこの材料で作っていきたいと思います。はい、それでは早速作っていきます。まずこのコーンフレークですね、これは全部に使うので全部一度に砕いていきたいと思います。なのでこういうねジップ袋を用意してください。ジップ袋がない場合はポリ袋でも OK です。で、ポリ袋の場合はポリ袋が薄いので 2,3 枚重ねて使うようにしてください。はい、それではジップ袋の中に入れます。で、そうしましたらこういうね綿棒を使って粉々にしていきます。ちなみにね、今回使ったのがこちらです。はい、このシスコーンですね、ビッグサイズ、こちら使ってます。お砂糖ついてるやつですね。はい、で、ある程度こっち側でやったら一回こう裏返して反対側からも叩きましょう。反対側からも叩くとまんべんなく均一に細かくすることができます。はい、だいたいこのぐらいの細かさがいいかなと思います。あんまり細かくしすぎてしまうと食感がなくなってしまうので、ちょっとねまばらなところがあっても大丈夫です。はい、それではねまずこのミルクチョコのものから作っていきます。で、ミルクチョコはこちらスライスアーモンドを入れるので、これも細かく砕きます。はい、このスライスアーモンドもジップ袋の中に入れて、綿棒やすり鉢棒でこう叩いて砕きます。はい、アーモンドはこのぐらいですね。このぐらい細かく砕きます。はい、刻んでいきます。で、今回私は包丁で刻むんですが、こう手で細かくパキパキっと折っても OK です。細かく砕いた方が溶けやすいので、手で砕く時も細かめに砕くようにしてください。砕いていきましょう。はい、このぐらい細かく砕きます。砕いたチョコレートを耐熱のボウルの中に入れます。はい、そうしましたらここにふんわりとラップをかけましょう。で、このまま電子レンジ 600W で1分加熱します。はい、かけます。で、そうすると少し溶けてるの分かりますかね。で、これで混ぜていきます。で、チョコレートは少しずつ様子を見ながら加熱していってください。はい、でちょっとねまだつぶつぶが残ってるのでラップをして20秒加熱します。はい、これでよくチョコレートを溶かしましょう。一気にやってしまうとこう失敗しやすいので、こうできれば2回で分けてやった方が失敗せずに作ることができます。はい、このようにしっかりと溶かしましょう。それではここに砕いたコーンフレーク入れます。はい、スライスアーモンドですね。はい、これを加えて混ぜましょう。コーンフレークとアーモンドスライスの白っぽさがなくなるまでしっかりと混ぜましょう。このぐらいしっかりとチョコレートがコーティングされれば OK です。こんな感じですね。はい、それでは形作っていきます。まず天板にクッキングシートをこうやって敷いておきましょう。で、今回何で形作るかというと、はい、こちら大さじです。こ
ちらのスプーンでやると綺麗に丸くできます。でさらにですね、こちら分量外なんですが、サラダ油をこうやって塗っておくとチョコレートがこのスプーンから取れやすくなります。なのでこうやってね、サラダ油を塗っておきましょう。でそうしましたら油をよく切ってすくいましょう。ですくったらちょっと押し込んですり切り1杯入れます。でそしたらこのクッキングシートの上に出しましょう。はい、こんな感じで簡単にスッと取れます。でそしたらまた油をねこうやってやってすくいます。はい、すり切り1杯です。これを出します。はい、こんな感じで4つできました。そうしましたら冷蔵庫で冷やし固めます。はい、それでは続いてこのブラックチョコレートとバナナチップスの組み合わせを作っていきます。まずこちらもバナナチップスを砕きます。入れます。でもしねこういうジップ袋何回も使ってもったいない時はちょっと厚めのボウルとかに入れてこうやって綿棒とかでこう潰しても OK です。叩き砕いていきます。はい、バナナチップスはこのぐらい砕きます。はい、そしたらここにコーンフレークとあとバナナチップスですね。はい、でこれをよく混ぜましょう。はい、こんな感じで OK です。そしたらこちらも形取っていきます。はい、こちらも同様に大さじ1とサラダ油ですね。はい、そしてよくサラダ油を切ってそしてすり切り1杯ね測りましょう。はい、このようにすり切り1杯にします。そしてこの上にのせます。はい、すり切り1杯にします。でクッキングシートの上にのせましょう。はい、こちらもこのようにできました。そうしましたらこちらも冷蔵庫で冷やします。はい、続いてこちらピンクチョコレートといちごのクランチですね。こちらで作っていきます。ここにコーンフレークとあといちごのクランチですね。ダブルクランチです。はい、でこれを混ぜます。このように全体にチョコレートが絡まれば OK です。はい、こちらも大さじのスプーンで取り分けていきます。はい、油を塗ってよく油を切りましょう。ですくいます。でここに出します。はい、いちごは3つ分できました。こちらも冷蔵庫で冷やし固めます。はい、それでは最後にホワイトチョコレートとほうじ茶オレとビスケットのこの組み合わせを作っていきます。これがね一番ちょっと材料が多いかなという感じなんですが、作り方は簡単です。でプラスちょっとね材料に入れてなかったんですが、お湯を少しだけ使います。はい、ということで作っていきたいと思います。はい、まずこのほうじ茶オレですね。1本ねこれ 10g なんですが半分だけ使います。ざっくりで大丈夫なんですけど半分だけ入れます。でチョコレートを2枚分やるときは1本入れちゃって OK です。でお湯は小さじ1/2ぐらいで OK です。はい、本当にちょぴっとで OK です。でこれを混ぜてこうあんまりシャバシャバにならないように本当にちょっとのお湯で溶かしておきましょう。で少しシャリッとした感じが残っててもね OK です。ビスケットを砕きます。はい、入れてでこれを砕きます。はい、ビスケットはこのように砕きます。でそうしましたらこちら先ほど少し溶かしていたほうじ茶オレですね。これを加えます。でこれ先ほどねまだシャリシャリっとしてるんですけど、このチョコレートの温かいので溶けるので心配しないでください。でこれで混ぜましょう。でこのぐらい混ざったらもうここにコーンフレークとあとビスケット入れます。はい、で混ぜます。このようにまんべんなくチョコレートが絡まれば OK です。はい、それではこちらも油をやってでよく油を切ります。でこれですくいましょう。はい、で落とします。はい、でこれも同じように繰り返していきます。はい、ホワイトチョコも4つできました。こちらも冷やし固めたいと思います。はい、固まりました。これで完成です。左側からミルクチョコレートとアーモンド。次がブラックチョコレートとバナナチップス。そしてその次がホワイトチョコレートとビスケットとほうじ茶ラテです。右側のピンクいのがピンクチョコレートといちごのクランチです。はい、ということでこんな感じで仕上がりました。こちらが大さじ1杯分なんですが、小さじ1でやると
じゃじゃん。大きさで言うと、左側が大さじ1で、右側が小さじ1の大きさです。お好みの大きさで作ってみてください。はい、ということで完成しました。こんな感じに仕上がってます。ということで、早速いただきたいと思います。まず普通のね、クランチチョコ、いただきます。これはもう安定の美味しさですね。はい、間違いなく美味しいです。じゃあこちらブラックチョコレートとバナナチップス。結構ね、食べた後にほんのりこう口の中にバナナの香りが広がってすごく美味しいですね。そしてピンクチョコいただきます。間違いなく美味しいです。これいちごに関してもダブルクランチなのでかなりサクサクですっごく美味しいです。ということで最後こちらほうじ茶ラテですね。いただきます。ほうじ茶の香りがねほんのりしてすっごく美味しいです。これね多分ミルクティーとか紅茶系でもすごく美味しいと思います。はい、ということで今日も美味しく仕上がりました。今回のチョコレートクランチのポイントなんですけれども、まずコーンフレークを砕くときはあまり砕きすぎてしまうとザクザクっとした食感がなくなってしまうので、程よく砕くようにしてください。ザクザクっとした感じが少し残るくらいがいいかなと思います。はい、そしてですね、今日はチョコレートを電子レンジで溶かしました。チョコレート単品で溶かすときはちょっとねチョコレート焦げやすいので、最初 600W で1分加熱して余熱で混ぜて、最後にもう一度10秒から20秒ぐらい加熱すると綺麗に溶けます。一度にやると焦げてしまう時もあるので2回に分けてやるのがおすすめです。ほうじ茶ラテ味のチョコレートのポイントなんですけれども、ほうじ茶ラテを少しのお湯でこう溶かして、でその後チョコレートに混ぜました。でチョコレートに混ぜるとちょっとね固まりやすいので、もう半分ぐらい混ぜたらもうコーンフレークとビスケット入れちゃって大丈夫です。全部混ざりきってからやってしまうとチョコレートがね結構硬くなっちゃうので、もう途中の段階で入れちゃって OK です。すいません、手で持って申し訳ないんですけれども、こうやってね綺麗な形作りをしました。でこれはですね100円ショップとかに売ってる大さじ1のスプーンでやるととても綺麗に作ることができます。大さじ1のスプーンで作るときはサラダ油を塗っておくとチョコレートがスプーンから剥がれやすくなるので、ぜひそちらもやってみてください。そして今回はね板チョコ1枚分の分量でやってます。大さじ1杯の大きさで作るとだいたい1つの板チョコで3個から4個ほど作れるかなと思います。たくさん作りたいときは倍量で作っていただけたらと思います。もうすぐバレンタインということで、こちらすごく簡単に作れてとても美味しいのでぜひ作ってみてください。はい、ということで今日はチョコレートクランチを4種類作りました。私のチャンネルでは他にもたくさんいろんな動画を配信してます。ぜひチャンネル登録して楽しんでみてください。そして Twitter、インスタ、Facebook、TikTok こちらにもいろいろアップしています。ぜひこちらもいいね、フォロー、シェアしていただけたら嬉しいです。よろしくお願いします。はい、ということで今日はこの辺で終わりたいと思います。本日も最後までご視聴いただきありがとうございました。ぜひグッドボタンもよろしくお願いします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。